ただいま大変な騒動が世界中に持ち上がっております。その騒動の原因になっているものは何かということを厚生労働省のホームページで調べてみると、風の一種、風の一種、風の一種と書かれています。さあ、ここで意見が分かれるのは、それってただの風邪じゃねえのかいって人と、風邪侮ったらいけないよっていう人と、2つに分かれるわけですね。風邪で死ぬ人はいないことになってます、実は。これも専門家の人たちはね、人はウイルスでは風邪ぐらいでは死なない。ただウイルスが侵入することによって起こるあれこれでちょっと重症化する人もいれば、風が入ってきたところで全く何ともないっていう人たちもいる。というか死なない。で、現にね、この風の一種によって20歳未満の人はまだ日本では一人も死んでいません。もう一度言いますね。20歳未満の方はその風邪の一種によってまだ一人も死んでいないんです。それはなぜかというとですね、昔から子供が風邪をひいたらこれだけで済むと言われている知識が例えばありまして、この背骨、背中のね、背骨がありますね。で、肩甲骨がありますね。この翼骨ですね。で、翼をこう開いたり閉じたりする感じがありますね。この肩甲骨の一番寄っているところ、ここ胸椎5番と言います。この辺りを昔の人はチリケと呼んで、そのチリケに棚心を添える親がね、どんな病気であれ、どんな、症状であれ、そのチリケ、胸の後ろ、肩甲骨が最も狭まっているあたりに棚心を添える。これで15分からどんなに長くても20分ぐらい、ここに棚心を添えているだけで、あらゆる症状は、子供はね、生命力が強いので、いろいろ毒素とか溜めてないので、自動的にいらないものを排泄して元気になってしまう。こういう事実が知られていたんです。なので日本の方たちは子供を医者に連れてくって発想がない。そもそも医者がいない。医者っていうものがいないままに丈夫な遺伝子をこうやって、お互いにね、遺伝子の力を高め合って、遺伝子の力を開き合って、小さい子にはチリケに棚心を添えて、つまり棚添えて症状を経過してきたんですね。今の言葉は何だ？症状を経過する？はい。これが、この言葉、風邪は治すものでなく、経過するものだ。これがただいまリバイバルしている日本が生んだ超名著、本の中の本、野口春近、風の紅葉という本です。今年、このTreasure 3 YouTube、トレジャーミ遊ぶ中米というチャンネルを開設して以来、最もバズったといいますか、多くの方にご視聴いただいた動画、日本人の3000人に1人ぐらいの方が見てくださったこちらの動画、これ実はこの動画の元には今日紹介する野口春近の風の紅葉があります。あの動画で説明した薬毒解毒の方法、3つともすべてこの風の紅葉の中に書かれていたんですね。一生の間に何度出会えるかっていうのは素晴らしい本として、詩人、小説家、劇作家としても活動してきましたトレジャーじいさん絶賛一押し、この風の紅葉なぜか3冊持っていますね。これ、常識を疑え。風邪は治すものではなく、プロセスを経過して楽しむものだ。何言うとるん？いやね、これね、知ってる人も知ってるの。身につけてる人たちは知ってるの。山の登り方、そのコツを身につけてる方たちはね、遭難も滑落事故もなく、一生の間で最高の頂上体験、登山を楽しんでますね。ただね、山登りの仕方を知らない人が山に登ると
危険です。同じように風邪のひき方を知らない人、うっかり風邪をひいてこじらせたりすることもあります。風邪のひき方を知ってる人、これはちょうどね、山登りの仕方を知っている人たちがね、一生の間で何度見られるだろうかっていう、このために俺は生まれてきたんじゃないかっていうくらいの素晴らしい景色を知ってるのと同じぐらい風の効き目を知ってます。ただここは危ない、こうすると危ないってことは知ってるので、無事に山から降りてきて感動にあふれた人となってやる気もりもりで仕事をできるようになってる。これが山登りの効用ですね。で同じように風の効用というのは何かというと、美容術として最強ってことなんですね。これもね、風の引き方、コツですからね。風の引き方、コツを知ってる人たちの間ではもうすでに常識。この本だってね、文庫になってからすでに野口春近さんという著者が亡くなってから、とっくに亡くなってから15万部売れてるんですよ。売れまくってるんですよ今。それだけの価値がある本だから。怖がっていてもしょうがないんだよ、山登りを。安全に山登りをして景色を楽しもうってことで、この辺はね、出産とかとも似てる。出産っていうのはね、うっかりした出産をしてコツを知らずに骨盤を固めてしまうと、あらゆる不調の原因になるんです。出産後コツを知らないと人相から人柄までえらいこっちゃ悪くなったりします。これは出産のね、コツを知ってる方、産めば産むほど魅力が増して、お肌はツヤツヤ、病気は治る。それまでなんか慢性病を持っていても妊娠出産を経て治っちゃいます。人柄は魅力的になるし、目はキラキラするし、これ知ってる人はみんな知ってる。出産のコツを楽しめる方はみんな出産すればするほど魅力的なグレートマザーになっていきます。同じように、風邪のひき方を知ってる方は風の効用、効き目を知ってます。お肌ツヤツヤ、人柄も魅力的になる。で逆に、野口春近さんもこの本で言っているようにですね、風邪をひけない人は脳一血とかがんでぽっくり亡くなったりする。体が鈍ってるんですね。で体が敏感な人はさっさと風邪をひいてさっさと風邪を経過します。トレジャーGさんもですね、この1年の間に多分2、30回ぐらい風邪をひいてます。で大体どのぐらいで風邪を経過してフレッシュ、ピチピチ、ワクワク、生き生き状態になるかというと、大体長くて3時間です。経過するコツがあるんですね。で野口春近さんっていうこの1000年に一度の天才と言われた人です。そして1000人の天才が1人の中に集まってると言われた、命についてはこの人に聞けっていうぐらい命の達人、生態法の確立者にして、もうこの人以上の生態の名人達人は誰一人いない超能力者だった方です。実際に超能力もいろいろ使えた方です。人の命のあらゆることについて知り尽くした。どうやって知ったか。1日10冊の本を読んでその本を暗唱できる人だったんです。そういう能力を小さい頃に身につけちゃった。だから健康法についてはあらゆる本を読んで何ページに何が書いてあるってところで暗唱しちゃった。そしてその知識は全部捨てた。自分の知識ってのは全て自分が目で見て確かめ観察して手で棚心で触れた、実際に触ってみて人の体を確かめたことだけ、つまり実経験と観察のみがこの本に書かれています。単なる理論が一つも書かれてない。すべてが経験と観察。まさにこれアジア人の美徳。もともとね、アジア人はね、経験と観察を経ていないものを鵜呑みにしたりはしないんです。どんなにメディアが、大先生が、偉い権威のある政治家がどんなに繰り返し何か言おうと、
経験と観察に合致しないものは鵜呑みにしない、信じない、そういう特徴がこれ日本人の民度の高さを形作っていると思います。すべてが経験と観察によって書かれている本ですので、頭でっかちな理屈大好きな生活をしてきた方、ちょっと理屈が余ってる方、本を読むとき理屈が気になる方、そういう方たちが読むと10ページ目くらいで何が書いてあるんだろう、何を言ってるんだろう、頭がぼーっとしてきて眠くなる、そういう特徴があります。わかります？理屈じゃなくて経験と観察だけで書かれているので、その経験と観察によって作り出した野口春近が生み出した言葉もいろいろあります。これ一つ一つどういう意味なのか、すべて徹底して調べてみる価値があるくらい奥ゆかしい。だって命についての集大成みたいな本ですよ。たったこんな薄い百数十ページの本が、これぞ野口春近の生態法のエッセンスみたいな本ですよ。でね、これ一旦野口春近のこの語り口、禅の悟ったお坊さんとやんちゃな不良少年が合体したようなこの語り口慣れちゃうと笑えるんです。そんな見方で、そんな視点で経験を経た人が人間を、命を見ているのかって、その視点があまりに晴れやかで広大で面白くて笑えちゃうんです。だから私これはね、持ち歩いてどういうふうに使ってたかというと、一つにはお笑いのネタとして持ち歩いていました。しかも書かれていることは圧倒的事実真実で、しかも笑えるね漫画、いつもこう持ち歩いて世界中旅してきたんですね。漫画だけじゃない、必ずこの一冊が入っていた。何度読んでも暗唱した場所でもやっぱり面白い、1ページ1回爆笑できるみたいな本。これはね、やっぱり理屈を求める、理屈っぽい人が読むと笑えるどころかちんぷんかんぷんかもしれない。っていうのはどういうことかというと、じゃあね、理屈っぽい人たちってのは命を見ていてちんぷんかんぷんなんだと思います。命の立場ってのがあるんですね。その命の立場に立ってみれば、野口春近が人生ずーっと数十万人の人たちの骨に直に触れて確かめてきた天才野口春近が最後に命の立場で発見したのは、風を使いこなすと命がすっきりピカピカしてバージョンアップするっていう事実だったんですね。出産もそう、登山もそう、夫婦喧嘩もそうね。結婚したら夫婦喧嘩することになるかもしれないから、絶対結婚しちゃいけないぞっていう人いませんよね。風邪も同じなの。風邪をひいちゃいけないよじゃないの。風邪のひき方にコツがあるの。だってね、世の中の道祖人みたいな2人で最強みたいな夫婦いるじゃないですか。もう40代50代から道祖人みたいな、そういう夫婦、最強夫婦の特徴は、夫婦喧嘩をめちゃめちゃ繰り返してきた、怒涛の夫婦喧嘩を体験してきたっていう、これ共通点です。夫婦喧嘩の仕方はそれぞれ個性があっていろいろだっていうだけで、トレジャージーさんもこれ観察と今まで経験で確かめてきました。夫婦喧嘩すればするほど、ただ仕方にコツがある。夫婦喧嘩の仕方にはコツがある。こじれるとちょっともう離婚だとか思って寝込んだりだとか、こじれると大変だっていうだけで、さっとトレジャージーさんの場合は、もう喧嘩をするときは最長3時間、これ風邪と一緒ですね。最長3時間ですっとそれを経過した後、何が起こるかっていうのは、夫婦喧嘩の楽しみ方を身につけた方たちはみんなご存知かと思います。たくさん炎症を起こしてたくさん排泄する、いらないもの、余ったもの、毒素を炎症を起こしてどんどん排泄すればするほど、人はすっきり晴れやかになって命の力は開くし、美容効果が抜群。これを知ってる人たちは、やった風来たー、これですっきり、知ってるんですよ。これは
その風の効用と風の経過の仕方のコツを書いたのがこの日本が生んだ名著、コピーされて英訳があっちこっちに出回ってる、世界中ですよ。世界中に読者がいるんですよ。この風の効用、風の効き目。風を引くことによって体の歪んでこわばっていたところが正される。体がねこわばって歪んでいると心がこわばって歪んで人間関係がこわばって歪むんですよ。なので人間関係をスイスイ通って心地よく緩んでしなやかな、そういう人間関係にバージョンアップさせようと思ったら、ここは一つ、風を経過してみるのはいかが、コツを教えますよっていうのがこの風の効用、文学者として、小説家、詩人、劇作家として生計を立てていた、実はこのトレジャー G さんが自信を持ってお勧めするのは、命の立場ということで言うのでしたら、世界文学全集100巻を読むよりもこの一冊の方が値打ちがあります。ということで、ぜひ風の効用一家に3冊、今とお手洗いといつも持ち歩くバッグの中、ぜひとも一度読んでみてください。野口春近さんの語り口に触れてみよう。今まで勘違いをしてのやむを得ない。それは山に登ったら死ぬと思っている方、夫婦喧嘩をしたら離婚すると勘違いしていた方、出産は痛いとばかり勘違いしていた方、いろんな勘違いを、ここは常識を疑えということで、いろんな勘違いをこの機会に正してみてですね、使いこなし方、コツを覚えていくっていうのが、やっぱりこれが人生の楽しみ、喜びですよ。命にとって切実なことすべての経過の仕方、楽しみ方を身につける、コツを覚えていく。これぞ本当の学習。これぞ価値のある学習。小学校でも中学校でも高校でも、風邪をひかない努力とかしないでいいから死なないから。ひかないための何かとか努力しないでいいから死なないから。だから風邪をいかにひいたらいいか、風邪のひき方のコツ、風の効用、これをこの夏もう必須の、わしがもしね、文化科学省とかそういう、大臣だったら必読の本として全生徒にこれ届けますね。ただしトレジャー G さん、この本を書き直して届けると思います。なぜかというと、話がちょっと細かい、いろいろ話が載っている。でトレジャー G さんは知ってるんですね。この本の中でもほのめかされている、実は全部いらない、これだけあれば、これだけ身につけていれば誰でも風邪を素早く経過してバージョンアップできるっていう究極のコツをトレジャー G さんは今まで世界中でシェアしてきました。そこで次回、究極の風の経過の仕方、風邪をひくコツ、これを次回シェアしようと思います。どうかお楽しみに。まだの方はチャンネル登録もよろしくどうぞ。またね、次回お楽しみにね。トレジャー G さんでした。